さて、皆さんはカメラやレンズにはね、こだわりがあろうかと思うんですが、よりアーティスティックな写真や映像作品を撮りたいなと思ったら、カメラだけで完結させるってんじゃなくて、光をコントロールするのに、ストロボやライトを使うように、例えば滑らかな映像を撮るのはジンバルを使ってみたり、レンズにね、ミストフィルターとかを使ったりすると思うんですよ。でも今となっちゃそれも割と普通というか、結構誰でもやってますよね。そこで今日は皆さんにそれらのアイテムでは決して表現できないようなよりアーティスティックなね写真や映像の撮影を可能とする2つのアイテムを紹介していきたいなというふうに思います。では、やっていきましょう。はい、それじゃね、まずは1つ目、こちらですね。これはカメラ用の防水ケースです。通常水中撮影をするときってハウジングとかを使用すると思うんですけど、あれはね、とにかく高いんですよ。安いやつとかでも10万とかして、高いやつだとほんとなんか4、50万とかするんですよ。でも、この防水ケース、名前がディカパックですね。ディカパックのこれ WP-S5 っていう、その防水ケースなんですけど、これは1万円ぐらいで買えて、スキューバーダイビングとかガチな用途で使用するっていうのはちょっと厳しいと思うんですけど、ちょっとした水中撮影だったらこれでね、めちゃめちゃ安価にできるんですよ。で、先日ね、公開したバリ旅行の動画で、このディカパックを使用してね、僕初めて海で撮影したんですよ。で、アクションカメラとかでは、これまでね、その水中撮影っていうのは、やったことあったんですけど、でもやっぱり普段使ってるミラーレスカメラで撮影するってなると、もうやっぱ圧倒的に映像のクオリティが高くて、めちゃくちゃ印象的で、ほんとね、かっこいい映像が撮れたんですよ。水の中のね、泡とか、その水面が光ってキラキラしてるのとか、あとは波をバッシャバッシャ受けながらね、撮影する映像っていうのは、今までと違った映像表現なんかを撮ってみたいという方には本当におすすめです。今はね、ちょっと日本だとくっそ寒いんで、なかなか水の中に入って撮るっていうのは、ちょっと難しいかなと思うんですけど、でも沖縄にね、旅行に行くとか、あとはもう少し暖かくなったらね、ぜひ皆さんにこれを使ってね、水中撮影チャレンジしてほしいなと思います。ガチの水中ハウジングって、ボタン類を操作するために、そのカメラ専用に設計されていて、その別のカメラで使用するなんてことがね、難しかったりするんですけど、これは細かい操作こそできない代わりに、様々なカメラに対応することができます。一応レンズ側のスイッチ類があるところに、2箇所、あとは、本体側のね、右手の人差し指がかかるところに1箇所、ケースにこんな感じでね、指を差し込んで、一応ボタン類は操作できるようになってるんですよ。レックボタンを押すとかで、そういった最低限の操作っていうのは一応できるようになってます。サイズ展開も2種類あって、大きめの一眼レフ用と小さめのね、ミラーレス用の2種類があります。で、あと細かい調整っていうのは中にね、こんな感じの固めなスポンジみたいなやつをね、カメラの底にいくつか重ねて、で、それでね、高さとかを調整するっていう、なんともね、アナログな仕様になってます。一応、公式サイトでは、水深5メートルで、30分までの試験を、済ませてるって、書いてあるので、それ以上ね、深いところだったり、長時間は、ちょっとやめといた方がいいかなと思うんですけど、でも、それ以前にですね、カメラがね、これ、熱でやられちゃうんですよ。で、今回は、α7S3 の4K120fps で、大体ね、15分ぐらいかな。ずっとね、レックしっぱなしで撮ってたら、もう熱でね、止まっちゃいました。なんで、120fps でなければ、もうちょっと長いこと撮影できたとは思うんですけど、あまり長時間使用するっていうのはちょっと厳しいんだろうなとは思います。それでも1万円以上の仕事っていうのは本当にこいつもう十分してくれます。水中ハウジングと違って、非常にコンパクトっていうのも嬉しいポイントかなと。普通にこうやって、なんか空気入ってるけど、空気を抜いちゃえば、このくらいのサイズになるので、スーツケースにポンと放り込んでね、旅行なんかに持っていくっていうのも非常に持ち運びしやすいかななんて思います。なのでちょっとね、今後旅行で海に行くとかっていうことがあればね、ぜひこのディカパック試しても欲しいなというふうに思います。でもな、水中の映像は欲しいんだけど、さすがに海まで行って撮るのはしんどいし、そんな予算もないなという方におすすめなのが、本日のスポンサーでもあるストーリーブロックスです。ストーリーブロックスは膨大な量のロイヤリティフリーな、ストックフッテージやアニメーションテンプレート、
音楽やサウンドエフェクト、写真やイラストといった様々な素材を無制限にダウンロードして、使用できるサブスクサービスです。ダウンロードできる映像素材は、4K といった高画質のものも非常に多くあり、例えば水中の映像だったりドローンの映像が差し込めれば、もう一段クオリティが上がるのにな、でもちょっと撮影はちょっと予算的に厳しいななんてことはね多々あると思うんですけど、そんな映像クリエイターの方には非常に心強いサービスとなってます。僕もね、作品で東京タワーの映像が一瞬欲しかったんだけど、撮りに行くのはなっていうのがちょっとあった時に、このストーリーブロックスの映像を実際に作品で使用したりもしました。キーワードで探せば大抵の素材は見つかるし、日々新しい素材っていうのもどんどん追加されていってるので、ぜひ一度ね、概要欄のリンクからこのストーリーブロックスのサイトに飛んで、その圧倒的なライブラリっていうのをチェックしてみてほしいなと思います。さて、じゃあね、本日もう一つ紹介したいのが、こちらの、はい、鍋ではないんですけど、この中に入ってるのが、いきますよ。どれこちらのですね、超小型スモークマシンの、スモークジーニーになります。すみません、鍋持ってってもらっていいですか。で、僕ね、ずっとスモークマシン欲しいなと思ってたんですよ。で、っていうのも結構ね、僕家の中で撮影すること多いんですけど、なんか雰囲気が出ないなーってちょっと思ったりすることがあって、で、映画制作のビハインドザシーンとか見てると、室内の撮影ではスモークガンガン焚いてるじゃないですか。室内撮影をするときに部屋にスモークを焚いて、フォグっぽくするだけでも、もう本当にね、被写体とカメラの間に何もない空間があったとしても、そこにレイヤーができるんですよ。特にライティングとか、うまいことすれば光が可視化されるので、例えばブラインドの隙間から差し込む光が肉眼で見えるようになったりするのはね、ぐっと雰囲気が出たりするし、あとはこのスモーク自体がね、光を拡散させるディフューザー的な役割もしてくれるので、すごくしっとりしたムードある絵を作ることができます。いろいろ調べてみると、一言でスモークマシンといっても、煙っぽいものから霧っぽいものまで結構いろいろ種類があったりして、一番ネックなのがとにかくね、バカでかくて、ですごいそこに躊躇しちゃってたんですよ。でもね、このスモークジーニーはめちゃめちゃ小型、このサイズで、かついろんなタイプのスモークを出すことができるんですよ。こんな感じの煙みたいな、ものからですね、いろんなアタッチメントがついてて、でこれ小型のファンなんですよ。これを使うことによって霧をね、室内に充満させたりだとか、あとはドライアイスみたいに地を這うようなスモークを作り出すこともできたり、さらにはこういったね、リモコンで遠隔操作もできたりなんかします。で、こいつがね、お値段はというと、だいたいこれ本体で今だとね、6万円ちょいで、ファンとかね、いろんなアタッチメントがあるんですけど、そういうアタッチメント付きで、だいたいフルセットが今9万円前後ですかね。こっちは最初に紹介した防水ケースみたいに、安いってわけじゃないんですけど、でも電源もいらず、この小型さで気軽にどこでも持ち運べて使えるっていうのはね、それだけで十分魅力的かなと僕は思います。で、仕組みはね、これね、こういった一応ね、食用のリキッドを使用するので、基本的に人体に害はなく、爆炎ベイプをさらに爆炎化させたみたいな感じですね。で、最初これね、火災報知器を誤作動させないか、僕ちょっと心配だったんですけど、でもね、なんか調べると、古いタイプの煙だけを感知するイオン化式っていうのかな。そういった火災報知器にはちょっと反応しちゃうみたいなんですけれども、今はただ一般家庭ではほとんど熱感知タイプの火災報知器が主流らしいので、調べたところ、うちの火災報知器はね、全然問題なかったんですが、ちょっとそこは使用する際は皆さんのね、お家にある火災報知器とかはぜひちょっと確認してみてください。はい、というわけで、ほんとね、このスモークっていうのはアイディア次第ではいろんなアーティスティックなね、表現ができるので、モデルさんとね、一緒に海行って水の中にドボンするっていうのは、かっこいい映像が撮れるのはこれは間違いないんですけど、でもそれはそれで結構そこそこハードル高いと思うんですけど、でもスモークだったらね、比較的ハードル自体は低いと思うので、どちらにせよぜひね、一味違う映像表現にチャレンジしてみたいという方は、
ぜひね、概要欄の方にそれぞれの製品のリンクを貼っておくので、チェックしてもらえればなというふうに、思います。はい。というわけで、本日の動画は以上となります。またね、今後も撮影に役立つアイテムがあれば、紹介していきたいと思うので、おすすめから来てね、チャンネル登録がまだという方はですね、ぜひチャンネル登録と、あと通知もオンにしてもらって、次の動画も、お見逃しなくということで、また、皆さん次の動画でお会いしましょう。ピース。またね。燃える。またね。